京都鉄道博物館にやってきました。今日は9月から開催されている機関車トーマス in 京都鉄道博物館、こちらを見せてもらいます。線稽古にトーマスがいて、原作75周年の原画展も開催中なんですね。では見ていこう。では線稽古入ります。ジャンマシンマス。おお、すげえほんまにトーマスおる。すごっ、やっぱでかっ。近くまで来ました。おお、すげえ、ほんまにトーマスや。ちゃんと側面1番って書かれてる。おお、これはテンション上がる。改めてこちらが梅小路の線稽古にやってきた機関車トーマスです。間近で見るとやっぱ迫力あります。お目目も動いてます。いい表情してますね。線稽古にやってきた機関車トーマスは平日はこの線形車庫11番に止まってます。土休日は転車台の上に乗るみたいですね。ただ雨の日は外に出ない場合もあるみたいなんで、当日の情報は公式ホームページや Twitter などをご覧ください。こちらがトーマスでは、トーマスの外観ぐるっと見てみます。線稽古の中にトーマスが止まってるってめっちゃテンション上がりますよね。これは嬉しい。横顔はこうです。トーマスははるばる蘇道島からやってきたんやね。動輪部分寄ってみるとこう、青いカラーリングとこのロッドもかっこいい。トーマス側面からも眺めてみます。タンク部分には1番のマークが入ってます。おー、トーマスや、かっこいいですね。引いてみるとこう、そしてボイラーの青いカラーリングもいい感じです。そして後ろからも眺めてみます。個人的にはこの機関車を後ろから眺めるこのアングルめっちゃ好きです。かっこいい。後ろから見るとこうですね。バッファー連結機で、背面には標識灯もついてますね。おー。そして反対側も後ろから眺めてみます。めっちゃかっこいい。やっぱ線稽古にいるっていうのがいいですよね。そしてコールバンカーの部分寄ってみます。トーマスは単水車を持たないタンク機関車ですね。運転台の部分があって、その前にタンクがあるんやね。後ろから眺めるタンクはこんな感じです。ボイラー上部には安全弁がついてます。この金ピカな感じがまたいいですね。そしてフロント部分はこうなってる。おー。そして正面から見るとこうですね。やっぱいいわ。転車台に乗ってるのもいいと思いますけど、車庫に入ってるトーマスも普通にかっこいい。トーマス。平日は線稽古11番にいるんですが、このように他の機関車との並びを見ることもできます。このツーショットも素晴らしい。あとトーマスはお話もしてくれます。やあみんな、こんにちは。僕はトーマス。みんなは僕のことを知っているかな。青いボディで車体番号は1番のタンク機関車、蘇道島からやってきたんだよ。今日はここ京都鉄道博物館でみんなに会えてとっても嬉しいよ。うわー、ここにはたくさんの日本の仲間がいるんだね。ヒロの仲間たちだ。みんなこんにちは。ワクワクするな。みんなも楽しんでね。そしてデッキから線稽古を眺めてます。やっぱりここからの眺め最高やな。土休日は転車台の上にトーマスが乗っかるみたいですね。梅小路蒸気機関車庫。この梅小路の線稽古の中にトーマスがいるっていうのが最高ですよね。いい。動体保存機もこのように並んでます。そして京都鉄道博物館では動く蒸気機関車を間近で見ることもできます。こちらが SL スチーム号。イベント期間中はスチーム号のヘッドマークもトーマスの特別仕様になってます。本物の蒸気機関車の迫力を間近で感じることができます。続いて本館2階にやってきました。こちらがフォトスポットですね。トーマスの大失敗のシーンが再現されてます。こちらは写真撮影 OK です。そして2階の企画展示室では原作出版75周年の機関車トーマス展が開催中です。こちらも見せてもらいます。今回は特別に許可をいただいて展示室内撮影させていただいてます。でっかいトーマスも止まってます。原作機関車トーマスの歴史をここで見ることができます。入り口にいるトーマスを見せてもらいます。かなり大きいサイズですね。お話に出てきたシーンが再現されてます。これはトーマスのタンクに入った魚をみんなで釣ってるシーンですよね。トップハムハット卿も
いい表情してますね。原画の展示は約180点展示されているそうです。そのうち約45点は日本で初公開だそうです。それぞれのお話ごとに原画が展示されてるんですごい見やすいですね。人形劇しか知らないっていう方も原作見るとあの話ねってなると思います。これはすごい楽しいですね。そして蘇道島の情景が再現されたジオラマも展示されてました。こちらは撮影 OK になってます。かなり大きいジオラマの上をトーマスが走ってます。線形車庫もありますね。ここの作り込みがめちゃくちゃ綺麗。走ってる模型眺めるのも楽しいですよね。こちらのジオラマの中にはトーマスに出てくるシーンがこのように模型で再現されてます。このシーンも見たことあるっていう方多いかと思います。トーマスが穴に落ちてるシーン。ハロルドも飛んでる。そしてここは緩やかなカーブでの勾配ですね。ゴードンの丘かな。すごい忠実に作られてる。ヘンリーもいますね。トンネルの中に入ってます。こういう風に各シーンが作り込まれてるんですね。すごっ。そして京都鉄道博物館では毎月1回大人の学び講座が開かれてます。毎回異なるテーマでこのように講義を受けれるんですね。スタンプカード制になってて、スタンプが貯まるといろんな特典を受けることができます。詳細はホームページをご覧ください。あとミュージアムショップでお土産買ってきました。トーマス原画展のグッズもミュージアムショップで購入できます。ディスプレイできるものから小物までいろんなグッズのラインナップがありました。じゃあこれを開けて終わりましょう。今回僕が購入したのは2点です。まず1つ目こちら。出てきた。かわいい。こちら機関車トーマス展のアルミプレートマグネット。ラインナップ3種類あったかと思います。裏がマグネットになってるんやね。いきますと、かわいい。質感がいい感じ。裏は磁石なんで冷蔵庫とかに貼れそうですね。一部立体的になってるんやね。トーマスのタンクで魚釣りしてるシーンやね。そしてもう一つと、こちらはアートフレームコレクションということでブラインドパッケージやね。では開けます。何の柄が入ってるかオープン。てってれー。トーマスや。原画のシーンがこのようにフレームの中に入ってるんですけど、ラインナップ見た感じどれも知ってるシーンなんで当たりっていう感じでした。よいしょ。寄ってみるとこうです。このフレームは空張りがあるみたいやね。裏側はこう。これなんか木目調や。質感めっちゃいい。スタンド付属してるんでここに乗っけて飾れんのか。かわいい。これテーブルの片隅に置いておくの良さそう。中には説明書入ってます。ラインナップはこんな感じ。詳しくは現地での確認をお願いします。グッズもいっぱいあって楽しかった。現場からは以上です。はい、というわけで今回は京都鉄道博物館で開催されている機関車トーマス展見せていただきました。トーマスは来年の1月まで線形湖エリアにいるみたいですね。原画展もまたじっくり見に行こうと思います。詳細は説明欄に載せておくのでそちらも合わせてご覧ください。あとついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。